CB350 フォアの1972年製で、もともとアメリカに不動車で転がってたのを鹿児島のバイク屋さんが持ってきてくれて、で少しいじってくれてたんですけど、僕のとこ来た時はもう全然もう普通に走れるレベルじゃなかったんで、ちょっとずつ自分でいじれるところはいじってって、エンジンの中身の本当細かい部分はプロに依頼して、で去年のだから2017年の7月に入れて乗れるようになったのは9月ぐらい、で前回の動画に出たのもちょうどそのぐらいの時だったんで、だから前回の動画からいじったのだと、まずハンドル、コンドルハンドルをこう逆さにつけてちょっとカフェっぽくカスタムしたのと、リアサスペンションでしょ、でタイヤ履き替えて、あとはもうオリジナルのパーツをそのまま新品に新しく入れ替えて、綺麗にしたぐらいかな。あとは電装関係ですかね、ちょっといじったのだったらね、ライト、ハンドルグリップ、その辺ですかね。キャリパーとかも全部交換しましたしね、そうですね、だから集合感だけは最初からついてたんで、そこの、バッフル中身を変えて、前回よりはだいぶ音が、激しくなってるのかな、あの音楽しんでこそ35なのかなっていうね。4フォアには出せない音ですからね、あの音はね。そうだから前回の動画見てすごい日本各地から来てくれる人がバイク乗って来てくれてたんで、ありがたいですよね。結構どういう車種の人が来てくれた感じ？やっぱり旧車が多いですね。やっぱ国産が多い感じ？国産が多いですが、あんまりっていうかあれじゃないですか、国産以外はないですね。もう昔ほど飛ばさないし、あとやっぱり、法律の範囲内、だから車も一発免許で26歳の時に取りに行って、それまでも本当持ってなくて、そこからだからもう無事故無違反でゴールド免許ですからね、これでも。一時大型がすごい欲しくて、やっぱテクさんちーさんのとか見てて、インスタとかも見てて、大型やっぱ欲しいなと思ってた時期もあったんですよ。でもやっぱ350だとツーリングすごい気使われるんで、でやっぱ大型の中に入ってってもやっぱ必死でしょ、ついていくのも。遅いです。3号は特に遅い、よく言われるのは音だけ走ってるって高速なんてことは常にフルスロットルですもんね。どうだろう、ここの商店街の人たちとも話出たことありますし、あとはなんだろう、友達でバイク乗ってる人がいれば、ちょっと声かけてとか。そんなに大勢じゃないですね、僕の場合。2、3台
いやーでもいっぱいありますよ。今でも乗りたいのいっぱいありますから。例えばナイトホークとか。ナイトホークまたマニアックというか珍しいっていうかでもあとはツーストにやっぱり、持っていたいのが一つ、あとやっぱりシングルの SR とか、今一番見てるの SR かもしれないですね、だから前回まではすっごいもうホンダ一辺倒でずっとホンダばっかり見てましたけど、やっぱりほらいろいろ来てくれて乗らせてもらって、やっぱり SR 楽しいなっていうのもね、どこどこ感というか、お客さんが来てそうです乗らせてもらってとか、仕事中に仕事中に仕事中にどっか行っちゃうんです、まあね、暇な時見計らってね、でもお客さんも来て乗っていいよって言ってくれる。そうですね、乗せてとは言わないですけど、やっぱりさすがに人のバイクだから、乗りねえよとかって言ってくれると、いいんですか。お店始めたのは、この建物自体ここでお店やってるのはもう23年目になるんですよ。で僕も16歳の時に入って、で、そこからずっといるんですけど、4年半前にここの経営者として先代から引き継いで、でだから、僕も全部で20年近くいることにはなるんですけど、そうだから前回の動画見て、バイク乗りがみんな食べに来てくれたりとかしてたんですけど、だから2018年の今年いっぱいでちょっとここのお店閉めることになっちゃってて、っていうのも土地の持ち主が死んじゃったんで、それでいろいろ話し合って、こっちから身引きますっていう話で、今年いっぱいで閉店。来年の2月か3月ぐらいには新しくこのすぐ近くで店構えようかなとは思ってるんですけど、イタリアンとワインがメインで、場所はおそらく桜台で、池袋方面ですね、こっちから言ったら。そう、あとは今年は酒屋の免許取ったんで酒も販売してて、レストランにも卸したりとかするんですけど、そういうのもできるような店舗構えようかなと思って。持って帰るんだったら、免許なかったらここで蓋開けなきゃいけないんですよ、そのまま入って渡しちゃうとそれは厳密に言うと違法行為、だから主犯免許って言って酒屋さんと同じ免許を持ってればいくらでも販売はできるんですよね。そう、土地は借りてやってたんで、ここはねほんと白金より高いとこなんで土地はさすがに買えないし、でももう20年もやったし割とちょっとすっきりしてる気分なんですけど、残念は残念、残念というかお客さんに対してすごい最後まで守れなかったのは申し訳ないなとは思うんですけど、やっぱり前の店を引き継いでこの町からこの店をなくしちゃいけないっていう思いがやっぱり強くてやってたから、経営は自分だけど 100% 自分がやりたいことができてるかって言ったらもう全然そんなことないし、だからチャンスなのかなと思って、
だから地元の人からねもうほんとすごいいろんな言葉かけてもらってますけど、まあいい機会なのかなと思う。そう前回の動画で僕あれ出演した時に髪を白く染めるシルバーワックスってつけてたんですよ。そうだったんだ。そうそれでコメント欄にジャンポケの斉藤さんの数年先みたいとか僕まだ34歳ですからね全然下ですよ年が。イタリアンレストラン。イタリアンレストランなの？そう素敵なね。ねえ。でもですね、ね。 12月いっぱいでちょっとここ閉めちゃうんで、そうさら地にしちゃうんですよ。なくなっちゃうの？もう23年だったんですけど、ここの年の持ち主のおばあちゃんこの前亡くなっちゃって、はい。それでちょっと相続が発生して、ここはねその方の娘さんの家があるんですよ。お家が建っちゃうの。もったいないね、わね。もったいないですよね。もったいない。素敵よ。そう、私めったにこうやって聞かない人なあ、の。本当に。もったいない。でも12月30日までやってます。今度そこやるの？桜台とか練馬駅の方にちょっと今物件探してて。そう。また同じような感じのこそうですね。イタリアンレストラン。レストラン。あら、そう。演演歌歌手なんですね。す新ごい曲での歌手で本キャンペーン。小谷純って言うんですよ。恥ずかしいから言わないねと、もっと若かったらね。年取るのはしょうがない。そういうのから始まっていったわね。ずっと今新曲5月9日に発売になったのがまた里村隆一と三木克彦先生なので、まあ若い人は知らないよね。小林幸子さんとジェイトさんなのよね。へえ、すごい。先生なんだけどね。楽しみに待ってますね。はい。待ってます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。どうも。ありがとうございます。ありがとうございました。まあでも本当今まではまあ地元の人プラスちょっと遠方のグルメな方相手にしてたのが今ほらバイク乗りのお客さんっていう枠も増えたから、楽しいですよすごい、いや想像以上に本当ありがたいですよね。高校生とかね来てくれて、親御さん連れてきてくれてなんか握手させてもらったりとかこの前走ってたらすぐ近く走ってたら新聞配達員の人に止められて「動画の人じゃないですか?」とかって言われて「あそうです」とか言ってまあ、ちょっと田舎の方走っててそしたらもうすごい改造を施した四輪車2台に止められて前塞がれて止められて。まあちょっとこういうバイク乗ってるし絡まれてるのかなと思ってで結構フルで乗ってるし4人ぐらいガーって窓開いて本当にこれ絡まれてると思ってどうしようかなと思ってたんですよ。そしたら「一緒に写真撮ってもらっていいですか?」とか言って「それなんてバイクですか?」とか言って、そうだからテクさんちいさんゆうきさんのパラリラ聞きましたけどね。そうあれは残ってたんですだからその時結城さんが2人で来てくれててそしたら小学校の5年生ぐらいの子たちがほら僕のバイクと結城さんたちので3台止まってるじゃないですか。小学校 4,5 年生の男の子2人がわざわざ店まで入ってきてバイクにすごい詳しくてその子たちがバイクがすごい好きでエンジン音聞かせてくれないかって言ってこんな男の子2人が、小学生ですね。でエンジンかけてあげてある程度説明して、だからその子たちも結城さんが走り去るのをずっと撮ってましたよこうやって。
配図は自分でやってるから。あ、そうですね、うん、いつやってる？店終わってから朝まで、だからここ深夜の1時ぐらいに全部終わっていじるとしたらそこからですかね、で朝までいじって。朝までいじって僕バイクいじんなくても朝まで普段起きてるんで何してるの朝まで。映画見たりとか。でも次の日仕事。いや、そう、僕昔から睡眠時間2時間なんですよ、マジで。でこの前健康診断でやっぱオール A で一応お医者さんに言ったんですよ。それでも10年以上も2時間ぐらいの睡眠なんだけどやっぱり言われてるように 7,8 時間寝ないとダメなんですかねって言ったら、ショートスリーパーってそういうもんだからいいんじゃないって言われ楽しいと思ってて、すっごい長いですよ1日が。じゃあ全然じゃあ2時間でも眠くなったりとかしないってこと？しないし4時間寝たらもう1日ダメですね。体痛いし頭ボーっとするし、だから6時ぐらいに寝て8時過ぎぐらいに「およく寝た」それいつから？いやでももう高校生ぐらいの時からじゃないですか。だから子供のほんとちっちゃい小学生の頃は寝なくて親が大変だったっていう、当面の目標はまず店を次リニューアルさせるじゃないですか。でもう一台やっぱり欲しいから頑張って増やしていこうかなと思って。次は本当一番欲しいのは FX なんですよ。何400で、750も考えたんですけど400で、まあでもツーストもいいなって思ったり、さっき言ったみたいに SR がいいなって思ったり、2日に一遍ぐらい変わりますよね、でも FX はいつか絶対欲しいなって。でも僕の場合バイク買ったの全部嫁さん知らないんですよ。で今も乗ってるのは知ってるんですけど、3号買った時もドリーム買った時も買って数ヶ月間ぐらい言わずに店に置いといてからで、ある日家にたまたま乗って帰った時に「何それ?」とか言って「ずいぶん前に買ったんだよ」それで怒られる？うちの嫁は怒んないんですけど、それで家庭が圧迫されるんだったらかわいそうですけど、なるべくローンを払い終わってからもう一台みたいな感じで、だから割とホンダから少しこう抜け始めてきたのかなと思って最近この1年ぐらいで、中古のバイク見るときにホンダ以外見ることがまずなかったんで、なんでなんですかね。なんか特にこれっていう理由はないんですよね。ハマったのがマグナ、でそこからドリーム50になって、でなんだろう、経営をやりだしてからいろんな経営者の VTR を見るようになって、でやっぱ宗一郎さんかっこいいなとか、よくこんな、ね、ゼロからここまで来てるなとか、そういうのからまあ影響されてるんでしょうねきっとね。その前回の動画見てくれて、
わざわざもう遠くから来てくれ、バイクで来てくれっていう、ね、方が多かったんで、せっかく来てもらった前回も動画で出してもらったお店なくなっちゃうんですけど、またすぐ来年早々に近くで出しますんで、ぜひまたそっちにも遊びに来てほしいなっていうのと、あとは、旧車乗りでもバイク乗りでも、本当もっともっと増えてほしいなとは思うんですけど、もし若い子は本当興味ありそうな子いっぱいいるんですけど、安全運転でね、もうとにかくいろんな動画も今出てるから、参考になるような動画見て、死ななきゃそれでいいんでね、一緒にバイク楽しんでくれたらなと思います。はい、いい感じで、いい感じで締めてありがとうございます。